は冥王星ってどんなイメージを持っている？小さな氷の世界？それとも昔は惑星だったっていう記憶？もしかして惑星だったことを知らない視聴者さんもいるかも。今日はその冥王星の知られざる物語をお話ししていくね。このチャンネルでは空の不思議や天文学の面白さを探求し、皆さんにお届けしています。まだチャンネル登録をしていない方はぜひ登録して一緒に宇宙の旅を楽しんでください。発見と命名。時は1840年代、天王星の軌道がおかしいという謎が持ち上がったの。計算上、どうしても外側にもう一つ大きな天体があるはず。で、この仮説に基づき、アメリカのパーシバル・ローウェルはアリゾナ州にローウェル天文台を設立し、未知の惑星の捜索を開始。ローウェルはこの未知の惑星を惑星 Xと呼び、生涯をかけてその発見を目指したんだけど、残念ながら惑星 X を発見することができずに生涯を終えてしまったの。ローウェルの後を継いだのは農場で育った青年グライト・トンボー。惑星 X の捜索を続けたの。当時24歳のトンボーは天体写真板を比較して天体が動いているかどうかを丹念に調べていったの。そして1930年2月18日、ついに惑星 X を発見。彼の発見はアマチュア天文家にも大きな夢を与えるものとなったよ。そしてこの新しい天体の名前は11歳の少女バニーシア・バーニーが提案したプルートに決定。ギリシャ神話の冥界の王にちなんで付けられた名前だけど、ローエル天文台の創始者であるパーシバル・ローエルの頭文字 PL にも由来しているんだよ。日本語名の冥王星は英米文学者天文民族学者である後理法エイテアーのもの。英語のプルートの訳語として、そしてその意味する冥界の王というイメージから、冥王星が太陽系の遥か彼方の暗い場所に存在するということにぴったりだと考えたんだって。漢字の持つ意味と響きがとっても素敵だよね。当時は小さな光の点にしか見えなかったとても暗い冥王星。その正体は長い間謎に包まれていたの。冥王星の衛星。1970年代になると冥王星に衛星があることが判明。カロンという大きな衛星なの。1978年6月22日、アメリカの天文学者ジェームズ・クリスティがアメリカ海軍天文台で観測中に冥王星の画像に歪みを発見したんだけど、実はこの歪みこそがカロンだったの。冥王星の直径の約半分もあるとても大きな衛星。その名前はギリシャ神話の冥界の渡し森カローンにちなんでカロンと命名されたんだけど、発見者クリスティは妻のシャーリーのニックネームシャーにちなんでこの名前を選んだとも言われているんだよ。めちゃめちゃ愛妻家だよね。冥王星とカロンとの関係はとても特別。両者は互いに同じ面を向け合っていて、くるくると回っているの。実は冥王星とカロンは二重惑星と呼べるほど近い関係にあって、2つの中心は冥王星とカロンの間の宇宙空間にあると言われているよ。2005年以降、ハッブル宇宙望遠鏡によってさらに4つの小さな衛星が発見されたの。ニクス、ヒトラー、ケルベロス、スティクス。これらも全て冥界に関係する名前が付けられているの。これらの衛星はとても小さくて不規則な形をしていて、カロンとは全く異なる性質を持っているんだよ。惑星から準惑星へ。2000年代に入ると冥王星よりも大きな天体が次々と見つかったの。特にエリスの発見は天文学界に大きな議論を巻き起こしたんだよね。惑星って何？という根本的な問い直しが始まったんだよ。2006年8月、国際天文学連合で歴史的な決定が下されたの。惑星の新しい定義として、1、太陽の周りを回ること。2、十分な質量があり保護休憩になっていること。3、軌道上の他の天体を一掃していること。3つの条件のうち冥王星が満たしていないのは軌道上の他の天体を一掃しているという点。冥王星の軌道は小天体が多数存在するカイパーベルトと呼ばれる領域にあって、冥王星はこれらの小天体を完全にその軌道から排除することができていないからなんだって。この定義により冥王星は準惑星に分類されることになったんだよ。この決定は天文学界に大きな衝撃を与え、議論を巻き起こしたんだけど、この新しい定義は太陽系内の天体をより厳密に分類して科学的な理解を深める上で重要な一歩でもあるんだよね。ニューホライズンズの旅。時は少し遡り
2006年1月19日、探査機ニューホライズンズが冥王星とその衛星を観測するという惑星探査のミッションとして打ち上げられたの。しかし、打ち上げからわずか7ヶ月後に冥王星の分離が変更されたため、ニューホライズンズのミッションは太陽系外縁天体の探査というより広範なミッションへとシフトすることになったんだけど、それでもまず目指すところは冥王星、木星のスイングバイを経て9年半の長い旅を続けた後、2015年7月14日、ついに人類初の冥王星フライバイを達成。送られてきた写真に科学者たちは驚きの声を上げることに、ハート型の地形、氷の山々、地質活動の功績、無水大気の存在、これまでの予想をはるかに超えた活動的な世界が明らかになったんだよ。冥王星探査という偉業を達成した後、ニューホライズンズは2019年1月、冥王星からさらに遠く離れたカイパーベルト天体、アロコスに接近し、観測を行ったよ。アロコスはこれまで知られていたカイパーベルト天体の中で最も遠い天体で、ニューホライズンズの観測は、太陽系形成の謎を解き明かす上で重要な手がかりとなったの。アロコスの観測後も、太陽系外縁部の他の天体を探索し続けているよ。地球から非常に遠いために通信に時間がかかるものの、貴重なデータを地球に送り続けているんだよ。エピローグ、準惑星という分類になっても、冥王星の魅力はむしろ増していったの。小さな氷の世界が想像以上に複雑で豊かな姿を見せてくれたから。それに、まだまだ解明されていない謎もあるんだよね。地下に液体の海があるかもしれない。冥王星大気の変化やメカニズム、ハート型の大きなクレーターや、氷の火山などの様々な地形形成の謎、内部構造はどうなっているのか、これからも冥王星は私たちに新しい発見を見せてくれるはず。太陽系の果てにはまだまだ知らない世界が待っているね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が気に入ったら高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。コメントもぜひ。皆さんの応援が私の動画作成のモチベーションになっています。またね。